こんにちは。いかがお過ごしでしょうか？この動画はアニメーションのチュートリアル動画です。基本設定を紹介し、簡単なアニメーションを作成します。それでは、行ってみよう。アニメーションを作成する場合、FPS を設定する必要があります。FPS は1秒間のフレームの数を意味します。プロジェクトにより、推奨される FPS の数値は異なります。FPS が高いほど滑らかなアニメーションになりますが、その分容量が大きくなります。FPS の設定は、アウトプットプロパティのフレームレートから行うことができます。一般的なアニメーションは 24fps で十分です。今回は 10fps にしてみたいと思います。次に、アニメーション用の画面構成を作っていきます。3D ビューポートでアニメーションを確認します。タイムラインでアニメーションをフレームごとに管理します。グラフエディタで細かい動きの調整を行います。タイムラインからアニメーションの長さを設定します。今回は1秒間に10フレーム、合計10秒のアニメーションを作りたいので、スタートのフレームを1、エンドのフレームを100にします。タイムラインの上でキーボードのホームを押すと、フレームの長さに合わせて、いい感じに画面が調整されます。タイムラインに、オブジェクトの情報を記録することで、アニメーションを作っていきます。まず、現在のタイムラインを1に合わせます。ここがアニメーションの開始点となります。オブジェクトを選択して、好きな位置を決めます。そうしたら、キーボードの I を押して、情報を記録します。記録する情報の種類を選択します。代表的な種類は、位置情報、回転情報、縮尺情報の3つです。今回は、位置を動かしたので、位置情報を記録します。そうすると、タイムライン上に黄色のキーが打たれます。こうして、オブジェクトの位置情報が記録されました。N キーを押し、アイテムのタブを選択すると、選択したオブジェクトの情報が数値で表示されます。ここでも、記録された情報は黄色く表示されます。この状態で、位置を変更するとどうなるでしょうか。オレンジ色に変わりました。これは情報が記録されていないことを意味します。そのため、一度フレームを進めて元に戻ると、黄色い位置情報に戻ります。では、そもそも記録していない回転情報を変更するとどうなるでしょうか。色はグレーのままです。一度フレームを進めて元に戻しても、そのままです。I を押して、記録しない限り、アニメーションとして変化することはありません。回転を元に戻しておきます。色の説明をまとめると、こんな感じです。オレンジ色が出ているときは、記録を忘れないようにしましょう。それでは、他のフレームにも情報を記録して、アニメーションを作りましょう。全部で100フレームありますが、1フレームずつ記録する必要はありません。例えば、80フレーム合わせます。オブジェクトを選択して、好きな位置を決めます。そうしたら、キーボードの I を押して、位置情報を記録します。そうして、スペースバーを押すと、アニメーションが再生されます。情報を記録した1フレーム目と80フレーム目の間は、コンピューターが滑らかにつながるように、動きを保管してくれます。保管されたアニメーションの細かい調整は、グラフエディタから行うことができます。グラフエディタ上で、キーボードのホームを押すと、フレームの長さに合わせて、いい感じに画面が調整されます。グラフエディタの左側には、アニメーションが設定されている情報が一覧で表示されます。今回は、位置情報のみを記録しているので、X 方向、Y 方向、Z 方向の位置情報が表示されています。グラフの横軸は時間の経過を意味しています。グラフの縦軸は情報の値を意味しています。グラフを見ると、50フレームあたりで、車の X の位置が0に到達することがわかります。さらに、キーフレームの間は、緩やかな曲線を描いていることがわかります。つまり、動き始めと動き終わりで、スピードが緩やかに減少しているということです。これは、コンピューターが動きを保管するときのデフォルト設定が、ベジエという状態になっているからです。保管の設定を変更するときは、キーフレームを選んだ状態で T を押します。いろいろ種類がありますが、今回はリニアを紹介します。リニアを選択すると、保管の動きが等速になります。こんな感じです。アニメーションのプレビューが遅いと感じるときは、プレイバックを選択します。シンクのところ、
フレームドロッピングにすると、プレビューが早くなります。あくまでプレビュー上の話なので、実際のアニメーションのスピードが変わるわけではありません。タイムラインには、選択したオブジェクトごとの情報が表示されます。キーフレームを設定したのに、タイムラインに表示されない場合は、オブジェクトを選択していない場合がほとんどです。作成したアニメーションを動画として書き出す方法は、以前投稿したレンダーのチュートリアルで紹介したので、そちらをご覧ください。こちらが今回作成した10秒アニメーションです。位置と回転を記録して動かしています。以上で、今回のチュートリアルはおしまいです。ご視聴ありがとうございました。